今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。今回は心地よい眠りをお届けするためにリラックスできる詩を物語に取り入れた眠りの世界へと導く物語をお届けします。ごゆっくりとお休みください。この動画は詩と短編、オリジナルストーリーを7話お届けします。当チャンネル眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。静寂の中で、雨の音が古びたカフェの窓ガラスを静かに叩く。高橋優斗は湿った空気を感じながらコーヒー豆をひく。彼のカフェは古い街並みの一角にあり、その歴史的な風情が多くの人を引き寄せる。この日も雨に濡れながら様々な客が足を運んだ。窓際の席に座る老紳士は世界のどこか遠くを思い浮かべながらぼんやりと外を眺めている。隅のテーブルには書類に囲まれたビジネスマンが一息ついている。一人の女性は雑誌をめくりながら静かに微笑んでいる。高橋優斗はカウンターの上に立ち、ほっと一息つく。彼は詩の一編を取り出し、少し緊張しながらも、店内に響くように朗読を始めた。雨が降るたび、私は思い出す。静寂の中で咲いた、あの日の花を、ひっそりと、でも確かに、雨の匂いとともに、生きていた証を。店内は一瞬で静まり返り、彼の声に耳を傾ける。詩の言葉がゆっくりと心に染み渡る。彼は詩を通じて自らの感情を映し出し、訪れる人々にも心の安らぎを提供していた。詩を終えると、高橋は深く息を吸い込み、再び笑顔でコーヒーを提供する。カフェは雨音を背景に、再び会話の音で満たされていった。詩が生み出す静寂の中で、また一つ心が通じ合うのを感じていた。翌日も雨は止まずに街を静かに包み込んでいた。高橋優斗は朝早くからカフェを開け、濡れた傘を持つ客たちを迎え入れる。彼らは雨音を聞きながら温かいコーヒーや紅茶で心を温めていた。その日の午後、先日詩を朗読して心を動かされた若い女性が再びカフェを訪れた。彼女は優斗に向かって微笑みながら、あなたの詩にとても感動しました。もしよろしければ、私の詩も聞いていただけませんかと尋ねる。優斗は快く承諾し、カフェの一角が再び静寂に包まれる中、女性は深呼吸をしてから読み始めた。霧の中を歩くように、私は恋をしていた。見えない未来に怯えながらも、一歩一歩、確かな足音を響かせて、君の声が、霧を晴らす光となって、私の世界を照らしてくれた。彼女の声は震えていたが、その表現は力強く、カフェにいる他の客たちも、その場に引き込まれていった。詩を終えた後、女性は照れくさそうに微笑み、優斗は感動して拍手を送った。素晴らしい詩ですね。感情が直接伝わってきます。と、彼は言った。この出会いが、優斗に新たな創作のインスピレーションを与える。彼は閉店後、自分のノートを開き、新しい詩を書き始めた。君の言葉が、雨を止めた。静寂の中で、鮮やかな色が溢れ出す。ずっと閉じ込めていた心が開かれる瞬間。
これからは君と一緒に歩む。霧の中でも雨の中でも光を見失わない。数日後、カフェには詩を愛する人々が集まるイベントが開かれた。ユウトは自らの詩も含め、集まった詩人たちの作品を朗読した。彼のカフェは詩とともに人々の心に安らぎを提供し続ける場所として徐々に知られるようになっていった。この集まりはユウトと若い女性にとって互いの詩を通じて深い絆を築くきっかけとなる。二人はお互いに影響を与え合いながらそれぞれの詩の世界を広げていく。時間が経つにつれて、カフェでの詩の朗読会は、地元コミュニティに広く知られるようになり、様々な背景を持つ、新しい顔ぶれが集まる場となった。高橋優斗のカフェは、言葉を愛する人々の聖域として、温かく包み込むような存在に成長していった。ある週末の朗読会で、再び彼女が詩を読み上げる機会を得た。今回の詩は、彼女が直面していた困難と、それを乗り越える過程を描いたものだった。カフェに集まった人々は、その誠実な言葉に心を打たれる。山のように重い試練も、水のように流れ去る。昨日までの自分を超えて、今日の私がここに立つ。振り返れば、そこには新しい道が開けていた。彼女の詩は力強く、同時に優しい慰めを提供する。詩が終わると、カフェは温かい拍手に包まれた。多くの客が彼女のもとに集まり、自分たちの経験と彼女の詩がどのように響き合ったかを語り始めた。この日の後、高橋優斗は彼女と深く話をする機会を持った。彼は自分の過去の痛みを彼女と共有し、その経験をどのように詩に変えていったのかを話した。彼女は同じく自分の困難を乗り越える過程で詩がどれほど支えになったかを語る。私たちの詩が誰かの心に明かりを灯すことができたら、それ以上の幸せはないですね。と、優斗が言うと、彼女は優しく微笑んだ。はい。私たちの言葉が少しでも誰かの助けになればいいと思います。その夜、優斗は新たな詩を書き記した。傷ついた心も時が癒す。君と出会い、言葉が交わり、心の傷は少しずつ癒されていく。苦難の道のりも共に歩めば、その重さも半減する。この詩は次の朗読会で読み上げられ、聴衆から再び温かい反響があった。カフェの朗読会は、ただのイベントではなく、人々の生活に深く根ざした存在となり、訪れる人々に希望と癒しを提供し続けた。朗読会が地元のコミュニティに認知されるにつれ、高橋優斗のカフェは詩愛好家の集いの場として、さらにその名を馳せるようになった。季節は移り変わり、彼のカフェには新たな詩人たちが訪れるようになり、それぞれが自身の作品を披露する場所となっていった。ある日、カフェで特別な詩の読み聞かせイベントが開催されることになり、地元のメディアもこれを取り上げた。イベント当日、カフェは熱気に満ち溢れ、様々な世代の人々が詩の力を感じるために集まった。高橋優斗自身も新しい詩を披露する予定であった。彼がこの日のために用意した詩は、カフェで出会った多くの人々との交流からインスピレーションを受けたものである。彼は深呼吸をして朗読を始めた。ここは交差点。人生の交差点。ここで出会う人々。それぞれの物語。言葉が織りなす絆。心が通じ合う場所。各々の道が交わり、新たな道が生まれる。
ここは出発点。新しい物語の出発点。彼の詩にはカフェでの日々が色濃く反映されており、聴衆は彼の言葉に引き込まれていった。詩の朗読が終わると、会場からは感動的な拍手が起こった。この日、カフェには特別なゲストも招かれていた。彼女は以前カフェで詩を披露した若い女性で、今や彼女自身も地元で評価される詩人となっていた。彼女はユートと共に舞台に立ち、二人で詩を朗読するというサプライズが用意されていた。二人の詩が交わるとき、それは新たな旋律を奏でる。あなたの言葉と私の言葉が織りなす。無限の可能性に満ちた調和。二つの世界が重なり合い、一つの物語を創造する。二人の詩が終わると、その場にいた全員が立ち上がって拍手を送った。詩の共鳴が参加者の心に深く響き渡ったのだ。この日を境に、カフェは単なる集いの場から人々の心を動かす文化の発信地として、さらにその価値を増していった。カフェでの出会いと経験は、高橋優斗と若い女性にとって、互いの詩の世界を深める大きな影響を与えた。彼らは詩を通じて多くの人々に希望と癒しを提供し続けることを決意する。時が流れ、季節が何度も変わったある冬の日、高橋優斗は重い決断を下すことになった。経済的な理由から彼の愛するカフェを閉店することを決意した。カフェは長年多くの人々にとって詩のような安らぎを提供してきたが、維持が困難となり、彼はその閉店を発表する。彼は最後の朗読会を企画し、カフェで出会った友人、常連客、地元の詩人たちを招待した。閉店の夜、カフェはいつも以上に多くの訪問者で満たされ、それぞれが自分の詩を持ち寄り、感謝の意を表しながら、一編ずつ朗読した。高橋優斗自身も、この場所での思い出を詩に込め、朗読を行った。この扉が閉じるとき、多くの言葉がここに生まれた。笑顔と涙、出会いと別れ、すべてがこの小さな宇宙で織りなされた。ありがとう。君たちの声があったから、この場所は光り輝いていた。朗読が終わると、カフェは温かな拍手とともに、深い静寂に包まれた。その静けさは、カフェで過ごした時間の美しさと、そこで交わされた言葉の価値を物語っていた。カフェの閉店後、高橋優斗は詩の朗読会を別の場所で続けることを決め、彼の詩はさらに多くの人々に届けられるようになった。彼とカフェで出会った人々は、閉店後も互いに支え合いながら、詩を通じて人々の心に光を灯し続けた。閉店の夜、最後に高橋優斗は店を後にする前に一人カフェの中を見回し、すべてが始まったその場所に深く頭を下げた。ありがとう。そして、さようなら。新しい朝が待っている。とつぶやいた。長老の物語。長老が静かな温泉町に降り注ぐ早朝、明子はいつものように小道を散歩していた。足元に広がる石畳は夜明けの光に照らされ、水滴で光っている。明子はその美しさに心を奪われると、ふと詩を口にする。炉の粒。石畳を照らす。光の道。導くは静寂の旅。彼女はこの町の小さな学校で教鞭を取りながら生徒たちに詩の美しさを教えていた。詩はただの言葉の飾りではなく心の内を表現する手段であり、
深い感情を伝える力があると、アキコは信じている。その日、学校では新しいプロジェクトの初日を迎えていた。教室に集まった生徒たちは、詩に興味津々で何が始まるのかワクワクしていた。アキコは生徒たちに向けて静かに語り始める。皆さん、今日から私たちは一緒に詩を学んでいきます。詩とは、私たちの感じること、思うことを素直に表現する方法です。そして彼女は自らの詩集から一編を選び、朗読した。夜明け前、静寂が街を包む。一筋の光、希望の証を灯す。生徒たちはその言葉に耳を傾け、アキコの静かな情熱を感じ取る。詩を通じて自分たちの未知なる感情と向き合う旅が今始まったのだ。詩のプロジェクトが始まって数週間、アキコのクラスでは毎日が発見の連続だった。生徒たちは詩を書くことで自分たちの日常や感情を新しい形で表現していく楽しさを知り、アキコもその成長を嬉しく思う。今日は皆さんに自分の好きなものや大切なものについて詩を書いてもらいたいと思います。アキコの言葉に生徒たちはペンを取り考えを巡らせ始めた。ある生徒は家族について、別の生徒は友情について、またある生徒は趣味のスポーツについて綴る。教室は静かながらも創造的なエネルギーで満たされていた。この日、特に心を動かされた詩を、アキコは授業の最後に読み上げた。青空に風船が浮かぶ。子供の手から離れ。希望のように高く高く。アキコは生徒たちに向かって微笑む。詩は私たちの内に秘められた感情を解き放つ鍵です。そして、それぞれの詩は互いを理解する橋ともなるでしょう。詩の力を信じ、生徒たちの中でアキコの詩のプロジェクトへの興味が深まる中、ある事件が起こる。生徒の一人が家庭の問題を詩に綴り、それがクラスで共有されたのだ。詩は彼の心の叫びであり、彼の言葉には深い悲しみと希望が込められていた。アキコはその詩を受け、さらに生徒たちとの距離を縮めるために詩のワークショップを企画することにした。詩を介して生徒たちの心の支えとなり、彼らが抱える問題に寄り添う。ワークショップでは生徒たちはそれぞれの詩を共有し、それに対する思いや感じたことを話し合った。このプロセスは彼らにとって大きな支えとなり、クラス全体が互いに理解し、助け合うコミュニティへと変わり始めた。詩の発表会の準備も合わせて進められる中、アキコは新しい詩を一つ朗読する。小さな光、闇を照らす。心の中の明かり一つ。寄り添うぬくもり、共に歩む。この詩は生徒たちがこれから直面するであろう困難を乗り越えるための励ましとなり、彼らにとって詩が持つ意味と価値をさらに深めるものだった。詩の発表会の日が近づくにつれ、アキコと生徒たちは準備に忙しくなった。発表会は学校だけでなく、地域社会に開かれるイベントとして計画されており、生徒たちは自分たちの詩を広く共有するチャンスに胸を躍らせていた。アキコは生徒たちを集め、最終的な準備を確認した。みんな、発表会まであと少しです。一人一人が心を込めて書いた詩を多くの人に聞いてもらえる素晴らしい機会です。自信を持って自分の言葉を伝えましょう。生徒たちはそれぞれの詩を練習し、互いにフィードバックを与え合った。このプロセスを通じて、
彼らは自己表現の技術を磨き、また互いに協力する重要性を学んだ。発表会の舞台は、温泉町の中心にある古い公会堂で設定された。木造の建物は、ぬくもりがあり、どこか懐かしい雰囲気を醸し出していた。会場は、地域の人々で溢れ、生徒たちの家族や友人、町の住人たちが詩の発表を楽しみにしていた。発表会が始まると、一人一人の生徒が舞台に上がり、自分の詩を読み上げた。緊張と期待が入り混じる中、彼らは一つ一つの言葉を大切に発していった。明子もまた特別な詩を用意していた。彼女が舞台に立った時、会場は静寂に包まれた。長路が夜の帳を静かに濡らす。月の光に照らされて、一日の始まりを告げる。私たちの言葉も、小さな光のように、誰かの心に届き、明日への道を照らすかもしれません。この詩は、明子がどれだけ生徒たちと、このプロジェクトに情熱を注いでいるかを表していた。詩の言葉は、聴衆に深い感動を与え、生徒たちには、自分たちの言葉がどれだけ力を持つかを実感させた。発表会は大成功に終わり、生徒たちは一段と自信を持って舞台を降りた。この日の経験が彼らの一生の記憶に残ることは間違いなかった。詩の発表会が終わった後、明子と生徒たちは新たな絆が生まれていた。発表会で共有された詩は、それぞれの心の奥深くに響き、互いの理解を深める橋渡しとなった。学校では詩のプロジェクトがもたらした変化が明らかになり、教室の雰囲気も以前とは明らかに異なっていた。みんな、発表会は終わったけれど、私たちの詩の旅は、まだ続いていくわ。これからも、詩を通じて、自分自身と向き合い、互いを理解する努力をしましょう。明子の言葉に生徒たちは真剣な表情でうなずいた。詩は彼らにとって自分の感情を表現するだけでなく他人とのつながりを感じる手段となっていた。この日、学校で特別なプログラムが開催されることになる。詩の発表会の成功を受けて、明子は生徒たちに新たなチャレンジを提案した。それは地域の老若男女を招いての詩のワークショップを開催することだった。詩は年齢を超えて共感を呼ぶもの。今度は私たちのコミュニティの中でもっと多くの人々と詩を共有しましょう。生徒たちは地域の人々と一緒に詩を書くワークショップに参加し、その場で自分たちの詩を読み上げた。参加者からは多様な背景の人々がおり、それぞれが持つ人生の経験が詩に反映されていた。昔を思い出すたびに心は旅をする。若かりし日々の夢、今は遠い光となって。しかし詩は時を超え、心をつなぐ架け橋となる。このワークショップを通じて、生徒たちは様々な世代の人々の心の内に触れ、互いの違いと共通点を発見し、多世代間の交流の重要性を学んだ。明子自身も、教師としての彼女の役割が、ただ知識を教えるだけでなく、人々をつなぐ架け橋となることを改めて感じた。ワークショップの終わりに、明子は参加者全員に感謝の言葉を述べ、新たな詩を朗読した。心の窓を開け、言葉を風に乗せ、お互いの世界を訪れ、理解の種をまく。今日という日が未来への小さな一歩となりますように。この詩は、この日のワークショップの意義を象徴しており、参加者一人一人の心に深く響いた。詩の共鳴がもたらす心の共感は、この温泉町のコミュニティをさらに強固なものにしていった。
詩のワークショップと発表会の成功によって、明子と生徒たちは地域社会に新たな波紋を広げた。学校と地域の間には詩を介した強いつながりが生まれ、それが新しい日常となっていった。みんな、これまでの経験を通じて、詩が私たちにどんな影響を与えたか考えてみましょう。そして、この経験をどう活かしていくかも一緒に考えていきたいですね。明子の言葉に、生徒たちはそれぞれの詩をもう一度見つめ直す。詩を通じて自己表現の重要性を学び、互いの深い理解を得ることができた彼らにとって、詩はもはや学校の課題ではなく、人生の一部となっていた。詩の発表会が終わった後も、明子は定期的に詩の読み聞かせ会やワークショップを開催し、詩の輪を広げていく。地域の図書館や公会堂でのイベントは次第に規模を拡大していき、多くの地域住民が参加するようになった。一方で、明子自身も詩を書くことの喜びを再発見し、自分自身の詩集を出版する決意を固める。彼女の詩は生徒たちや地域社会に与えた影響の記録として、また新たな始まりの象徴として、多くの人々に受け入れられた。ここまでの振り返りとして、明子は新たな詩を朗読する。長路の孤独。静かに世界は目覚める。言葉一つ一つが心に染みる。今、私たちの詩が未来へと続く道を作る。つながりの中で新たな物語が息吹く。この詩は、明子と生徒たち、そして地域社会が共に築いた絆を称え、未来に向けての希望を込めていた。詩の力がもたらす変化と成長の証として、温泉町の小さなコミュニティは、一層豊かな色彩を帯びていった。窓辺の光と影。光彦は春のかすかな光が窓から差し込む介護施設の一室で久しぶりに母の顔を見た。母は彼をじっと見つめ、少しの間言葉が交わされなかった。彼は母の手を取り優しく握った。久しぶりね、光彦。と母が話し始めた。その声はかすかで、しかし温かみがあった。施設の静けさは、光彦にとって、新しい創作の場所だった。彼は、母との再会をきっかけに、周囲の自然や、他の入居者の日常から、インスピレーションを受け、詩を綴り始める。ある日、庭に面したベンチに座り、新たな詩を母に読み聞かせた。春風に誘われて、芽吹きの季節がやってきた。冬の寂しさを包み込み、ぬくもりへと変えていく。あなたの手を握るこの時間、すべての冬を越えて、また春を迎える。詩を聞きながら、母は微笑んだ。その表情からは、過ぎ去った季節の苦労や喜びが伺えた。施設での生活が始まって以来、母とのつながりが再び強まり、光彦の心には新たな詩の種がまかれていった。春から夏にかけての季節の移り変わりとともに、光彦は母との日々を大切に過ごしていた。毎朝、彼は小さなバッグに母が好きな小説と詩集、そして自分が書いたばかりの詩を入れて、介護施設へと向かう。母の部屋の窓からは庭の木々が季節の色に染まり、時には小鳥が訪れてはさえずる。そんな平和な光景が二人の会話に彩りを加えていた。ある日、施設で新たに始めた詩の読み聞かせが他の入居者にも好評で、光彦は小さな朗読会を開くことにした。彼の詩は老いも若きも共に感じる心の機微を捉え、聞く人々に
心の慰めを与える。そんなある夕暮れ時、光彦は新たに書き上げた詩を、母と他の入居者たちに披露することにした。夕暮れ時に窓辺で、静かに手を合わせる。過ぎ去りし日々の思い出が、心の窓を叩く。あなたと過ごした時間、すべてが愛おしい。一日の終わりに祈る。再び明日が来るように。詩を聞いた入居者たちは、それぞれの思い出や願いを語り始める。光彦の詩が触れた心の糸が、施設内で新たな交流のきっかけを生んでいた。母もまた、詩の中で息子との絆を感じ、彼女の目には涙が浮かんだ。夏の終わりには、施設の庭で一つのイベントが企画された。光彦が主催する詩と音楽の夕べで地域の人々も招かれた。その日のために彼は特別な詩を準備していた。イベントのクライマックスに光彦はステージに立ち、深い感情を込めて読み上げた。夏の風が告げる季節の終わりを、寄せては返す波のように時は流れる。あなたと見た夏の日々、今も心に輝く。季節は変われども、思い出は色褪せない。この詩に触れた多くの聴衆は、自らの夏の終わりと新たな始まりを思い、感動に包まれた。光彦と母の絆は、詩を通じてさらに深まり、施設の多くの人々にも、そのぬくもりが伝わっていった。秋の訪れとともに、光彦は母の健康の変化に直面することとなった。日々の訪問中、彼は母が徐々に言葉を紡ぐのが難しくなっていることに気づく。しかし、彼女の瞳は依然として明るく、息子が朗読する詩に反応しては、微笑を浮かべた。母の静かな戦いと向き合う中で、光彦は彼女のために、特別な詩を書くことを決意する。施設の小さな図書室で、彼は過去の詩人たちの作品に触れながら、インスピレーションを求める。母の病床に座り、手を握りながら、彼は新たに書いた詩を読み聞かせることが日課となった。ある日、母の表情が特に穏やかであったとき、光彦はその瞬間を捉えた詩を母に捧げた。葉が舞い落ちる静かな午後、あなたと共に時を紡ぐ。黄昏時の光の中で言葉よりも深い絆を感じる。それぞれの葉が地に落ちても根底には生命の続きがある。あなたの微笑みは秋の空のように澄み渡って。この詩を聞いた母は涙を流しながらも、ありがとう。と小さくつぶやいた。その言葉が光彦の心に深く響き、彼は母との限られた時間の大切さを改めて感じる。施設の他の入居者もまた、母子の強い絆に触れ、自らの家族との思い出を語り始めた。施設のスタッフと入居者からの支援を受け、光彦は家族の絆をテーマにした詩の朗読会を企画する。このイベントは多くの入居者が自らの家族について話す機会となり、共有の感情が場を温めた。一つ一つの絆がこの場を照らす光となる。語られる言葉、交わされる思い、すべてがここに生きる証。私たちの物語は、それぞれの心にとどまらず、共に歩んだ道の上に、静かに光を灯す。朗読会が終わると、多くの人々が光彦に感謝を述べ、彼自身も母との時間を詩で綴ることの意義を再認識する。母の健康は依然として不安定であったが、詩を通じて彼女との絆は一層強まり、光彦はそれがどれほどの力を持つかを知った。母の一時的な回復をきっかけに、光彦は詩を通じてさらに希望を持つようになった。秋が深まり、施設の庭の木々も色づき始める中、
母は少しずつでも外に出て新鮮な空気を吸いたいと願った。光彦は母の車椅子を押しながら、ゆっくりと庭を散歩するのが日課となり、その静かな時間は二人にとって大切なものとなった。この新たな日々の中で、光彦は試作においても新しい変章を開く。母の穏やかな笑顔と共に過ごすとき、彼は自然と人生の連続性について考えるようになり、その試作を詩に綴った。ある晴れた日、母と庭にいるとき、光彦は次の詩を母に捧げる。秋風が葉を揺らし、君との対話が始まる。この庭の小道を行くたび、君の存在がより大きく感じられる。落ち葉の絨毯を踏みしめるたび、過去と未来が一つに結びつく。君の手を握りながら歩むこの道、希望の光が私たちを導く。この詩を聞いた母は感動して再び言葉を交わす力を見つけた。彼女はこんなに美しい詩をありがとうと言い、光彦の手を強く握った。この日の経験が母の回復にかすかながらも明るい光を与え、光彦にとっても大きな励みとなった。この時期、施設では庭の司会と題して入居者や訪れる家族たちが自由に詩を読むイベントが開かれるようになる。光彦はこの司会の常連となり、次の詩も庭の小道で読み上げた。冬へと変わるこの時期に再生の光を見つけたい。過ぎ去る季節の美しさを胸に新たな生命の息吹を感じる。君と共に歩むこの時間が未来への確かな一歩となる。毎日が贈り物であり、私たちの詩は永遠に続く。司会でこの詩を朗読した光彦は聴衆から温かい拍手を受けた。彼の詩が人々に希望を与え、庭の司会は施設の中で重要なコミュニティの場となった。母の日々の回復はゆっくりとではあるが確実で、光彦の詩はその過程でさらに磨かれていった。光彦の詩の朗読会が施設で開催され、多くの入居者、スタッフ、訪れた家族たちが集まる。朗読会は庭園で行われ、晩秋の柔らかな夕日が会場を照らす中、光彦は母に捧げる最後の詩を読み上げた。この長い道のりの終わりに、君と見た夕日が心に灯る。すべての季節を超えて、私たちはここにたどり着いた。言葉にできない感謝を込めて、この詩を君に捧げる。過ぎ去る日々の中で、最も美しい、この瞬間を永遠にする。この詩を聞いた母は、感動の涙を流しながら微笑み、周りの人々も感動に包まれた。光彦の詩は、人々の心に深く響き、母への深い愛と感謝が込められていた。詩の朗読が終わると、会場からは温かな拍手が湧き起こり、母は静かに息を引き取った。母の穏やかな旅立ちの後、光彦は彼女の部屋を整理する中で、母が昔書いたとおぼしき詩のノートを見つける。その詩には若い日の母の夢や希望が綴られており、光彦はその詩を次の朗読会で読むことを決意した。施設の人々と共に母を偲びながら、光彦は詩を通じて彼女の記憶を次世代に伝える使命を感じた。彼の詩は喪失と再生のメッセージを込めて、これからも多くの人々に読み継がれていくだろう。風に乗せる願い。秋の始まり、キャンパスは落ち着いた色彩に染まり始めていた。皆は新しい授業と教授による挑戦的な課題に心躍らせていた。彼女が選んだのは現代史の授業。
教授は詩の形式にとらわれず、自分の感情や思いを自由に表現することを奨励していた。皆さん、この授業を通じて自己表現の幅を広げ、新しい詩の形を発見してください。最初の課題は、秋をテーマにした詩を書くことだった。ミナは、キャンパス内の小さな池のほとりで、一枚のノートを開きながら、考えを巡らせた。池の水面に映る木々の紅葉が、彼女の創作意欲を刺激する。彼女は、深呼吸をして、ペンを紙に走らせ始めた。紅葉散る池の静けさよ。秋風に乗せ、私の心の片隅を映して。ミナは詩を読み上げると、周りの風景と共鳴するように感じた。彼女の声は軽やかで、それでいて、どこか哀愁を帯びている。静寂を破る一陣の風。それは過ぎ去りし夏の名残を告げる。私はここにいる。変わりゆく季節の中で。次々と浮かぶ言葉を綴りながら、ミナは自分自身の内面と向き合う。詩の中で彼女は変化の季節に自分もまた変わろうとしていることを感じ取り、それを受け入れていく過程を描いていった。秋が深まり、キャンパスの木々も色づきを増していった。ミナは詩のクラスでの課題に追われながらも、日々の変化を感じ取ることに喜びを見出していた。ある日、彼女はキャンパスのカフェで、自分と同じく詩を愛する学生グループに声をかけられる。彼らは詩とコーヒーの夜と称する小さな読み聞かせ会を開催しており、ミナにも参加を求めた。あなたの歌、とても素敵です。ぜひ次の回で読んでほしいんです。ミナは少し戸惑いながらも誘いを受けることにした。彼女にとって他人の前で詩を読むのは初めての経験だった。準備のため、彼女は秋のキャンパスを歩きながらインスピレーションを求めた。枯葉の絨毯を踏みしめ、思いは遠く冬へと向かう。季節の移ろいに心もまた、新たな章を待ちわびている。読み聞かせの夜、ミナは緊張しながらも自作の詩を朗読した。彼女の声には初々しさがあり、同時に深い感情が込められていた。霜に覆われた朝の窓、吐息が描く儚いアート。冬の訪れを告げる静寂に、私の心は何を見るのか。聞き手たちは、その繊細な表現に引き込まれ、ミナの詩に共感を覚えた。彼女は詩を通じて自分自身を表現することの大切さを改めて実感し、さらに多くの人とのつながりを深めていく決意を固めた。冬の寒さがキャンパスを包み込む中、ミナの詩作に対する情熱もまた深まっていった。彼女は詩とコーヒーの夜に定期的に参加するようになり、毎回異なるテーマで詩を書き、朗読することで自己表現の幅を広げていった。寒風が窓を叩く夜、露辺で温まる心。冷え切った体を解きほぐすのは、温かな言葉の力なり。詩のワークショップで、ミナは様々なスタイルと技術を学ぶことになった。彼女の指導教官は、詩の中に画像や音楽の要素を取り入れることを勧め、ミナはそれに挑戦することに決める。あるプロジェクトで、彼女は冬景色の写真にインスピレーションを受けて、視覚的な詩を創作した。凍える枝に残るは、昨夜の雪の白さだけ。黒と白、対比の中で見える世界はさらに鮮やかに。この新しい試みは詩の読み手に新たな体験を提供し、ミナの創作に新しい次元を加えた。彼女の詩は徐々に学内外で認知されるようになり、地元の文芸誌から取材を受ける機会も訪れた。静かな湖面を行く一艘の船。その進む先には何が待っているというのか。ミナは自分の声を見つける旅を続けながら、
他者との関わりから多くを学び、死に対する自己の理解を深めていった。春が訪れ、キャンパスには新しい生命が息吹き、花々が咲き乱れる。ミナもまた、新たな詩的インスピレーションを求めて、活動的になる。彼女は、春の訪れを祝う特別な詩の朗読会に向けて、詩を書き溜めていった。桜の花びらが風に乗り、舞い落ちるその姿は、儚くも美しく、心を打つ。春の訪れを告げるメロディー。この頃、ミナは詩とビジュアルアートを融合させた展示会に参加することになり、彼女の詩が画像とともに展示されることに。参加者はミナの詩を読みながら、それに合わせて展示されたアート作品を鑑賞するという、新しい形式のアート展であった。新緑の葉を背景に、詩は囁く。春の息吹を感じ取り、色と言葉が一つになる瞬間。また、ミナは地元の小学校で特別授業を行う機会を得る。彼女は子供たちに自然の美しさと詩の楽しさを教えることに情熱を注ぎ、子供たちの無邪気な反応に新たな創作の火を見つける。子供たちの目に映る世界は純粋で真新しい。彼らの笑顔から学ぶ生きる喜びと創造の楽しみ。春の終わりに近づくにつれて、ミナの詩はますます多くの人々に影響を与え、彼女自身も成長し続ける。彼女は詩を通じて多くの人とつながり、多様な体験を共有することの価値を深く理解するようになった。夏の始まり、キャンパスは緑が濃くなり、学生たちの活動も一段と活発になる。ミナはこの1年間で多くの詩を創作し、様々な場所でその詩を披露してきた。彼女は学年末の大規模な詩の朗読会で1年間の集大成として自分の詩を発表することになる。夏の日差しのもと、私は言葉を紡ぐ。1年前の自分とは異なり、新たな自我を見つけた。朗読会の準備中、ミナは過去のノートを見返し、初めて書いた詩から最新の作品まで自分の成長の軌跡を追う。彼女の詩は、ただの言葉の連なりから人々の心に響くメッセージへと進化していた。各季節の色彩が私の詩に宿り、それぞれの感情が深く根付いている。自然と対話しながら学んだ生命の輝きとは何か。朗読会では、ミナの詩が大きな反響を呼ぶ。彼女の創作への真摯な姿勢と、詩を通じて表現される繊細な感情が、聴衆に深く感じられる。彼女は、詩という形で、自分自身と向き合い、多くの人々と心を通わせることができたことに感謝する。季節は巡り、時は流れる。私の詩もまた、時と共に旅を続ける。今日ここに立って、次の章へと進む準備ができた。ミナは自分の内なる声に耳を傾け、詩人としての道を歩む決意を新たにする。彼女の旅は終わることなく、新たな創作の季節へと続いていく。静かな川の流れ。アスカはその朝、いつものようにカフェの扉を開けた。春の新緑が心地よい陽光を遮りながら、店内に静かに影を落とす。彼女は店の隅にある古い木製の棚を整理していると、ひときわ色あせたアルバムを見つけた。指先でそっと塵を払いながらページを開くと、幼い頃の自分が両親と共に写る一枚の写真が目に留まる。写真の背景には、その町の古城があり、子供だったアスカは、城の大きな扉の前で笑っている。
その日は家族で城の見学に行った記憶がまるで昨日のことのように鮮明に蘇る。彼女の心に温かい懐かしさが広がり、同時に何かを表現したくなる衝動に駆られた。店のカウンターに戻り、いつものノートを開いてペンを握る。記憶から溢れる情景をたどりながら詩の一節が浮かび始める。この城の石壁に触れるたび、幼い日の私は夢を見る。時を超えても変わらぬ愛おしさで、静かに、しかし確かに心に語りかける。詩を読み上げながら、アスカはさらに続ける。君と歩いたあの道は、今も昔も変わらずに、風に揺れる花の香りを運ぶ。時間だけが、私たちの足跡を、優しく抱きしめる。アスカは詩を綴りながら、店内に流れる穏やかな音楽とともに、遠い日の記憶と今の自分を重ね合わせる。彼女の詩は、過去と現在をつなぐ橋渡しとなり、訪れる客たちにも、その感動を共有していく。春が深まり、アスカのカフェには、新緑の葉が窓辺に日の光を運び込む。誓いの日、彼女は店を特別な装いで飾り付け、地元の詩人たちが一堂に会する準備を整えた。白いテーブルクロスには野の花が飾られ、柔らかな音楽が流れる中、参加者たちが次々とカフェに集まってくる。アスカは自らも一編の詩を朗読するため、少し緊張していた。彼女の番が来ると、深呼吸を一つしてから、静かに声を上げる。静かな川の流れのように、私たちの心もまた、時には穏やかに、時には激しく動く。その変わりゆく流れを、ただ静かに見守ることができたら。アスカの言葉には、彼女自身の生き方や、心境の変化が込められていた。詩の朗読が終わると、会場からは温かな拍手が送られる。司会が進む中で、彼女は他の詩人たちの作品に触れ、共感や新たな発見を重ねていく。特に一人の若い詩人の作品がアスカの心に強く響いた。その詩人は自然の美しさと人間の内面をつなげる独特の表現で詩を紡いでいた。司会が終わりに近づくと、アスカはその詩人に声をかけ、二人は話に花を咲かせる。彼女は、あなたの詩から多くを感じ取れました。自然と心、その交わる点に、私たちの真実があるのかもしれませんね。と語りかける。その日の夕暮れ時、アスカはカフェの片付けをしながら、窓の外に広がる城下町の風景を眺める。心地よい疲れとともに、詩に込めた思いが、さらに深まる感覚に包まれる。今日一日で感じたことを、私にしたい。と思いながら、彼女は新しいページをノートに開くのだった。夏の始まりを告げる暖かな日差しが、カフェの窓ガラスを通して、優しく室内に注がれる。アスカは早朝からカフェの前の小さな庭で新しく植えた花々の世話をしていた。彼女は土に手を埋めながら自然との一体感を感じ取る。それは彼女の詩作にも大きな影響を与えており、彼女は季節の変わり目ごとに感じる自然の力を言葉にしていた。この日も彼女は新たな詩を紡ぐためにいつものノートを開く。ペンを握り、深呼吸を一つしてから静かに書き始める。夏の訪れとともに、庭の花々も色とりどりの花を咲かせる。それはまるで、時間の流れを色彩で表現しているかのよう。私たちの心もまた、季節の移り変わりとともに、新たな色を見つけ出す旅を続ける。午後になると、カフェには地元の常連客や観光で訪れた旅行者が集まり、アスカの詩を聞くために足を運ぶ。彼女の詩は人々に安らぎを与え、
時には新たな発見をもたらす。その日もカフェは温かい話と笑い声で満たされていた。夕方、アスカはカフェの一角に設けた小さなステージで、その日に書き上げた詩を朗読する。耳を傾ける客たちの中には、目を閉じて言葉の響きを楽しむ人もいれば、穏やかな表情で自然とのつながりを感じ取る人もいた。私たちの生活も自然の一部。そのつながりを大切にしたい。と、彼女は詩を通じてメッセージを伝え続ける。夜の静けさが訪れた時、アスカは店を閉める準備をしながら、今日一日を振り返る。彼女の心には詩を通じて人々と深く交流できた喜びが満ちていた。そして自然が教えてくれる無限のインスピレーションに感謝しながら明日への希望を新たにするのだった。秋が深まり、カフェの周りの木々も色づき始める。アスカはこの季節の変化を愛し、彼女の詩にも秋の息吹が満ち溢れていた。この年の秋、彼女はカフェの5周年を記念して文学と音楽の夕べを企画する。このイベントは地元のアーティストや詩人たちが集い、創作活動の成果を共有する場となる。イベントの準備が進む中、アスカは特別な詩を書き始める。彼女は秋の象徴として落ち葉や実り豊かな果物を詩に織り交ぜる。秋の風に乗せて枯れ葉が舞い落ちる。それは終わりではなく、新たな命の始まりを告げるサイン。私たちの心も季節の移り変わりとともに新しい章を迎える準備をする。イベント当日、カフェは温かい明かりと生演奏の音楽でいっぱいになる。地元の住人や遠方からのゲストが詰めかけ、文学と音楽の融合に心を寄せる。アスカは会の最中、ステージに立ち、集まった人々の前で、彼女の新しい詩を朗読する。詩の朗読が終わると、会場からは再び温かな拍手が送られる。人々はそれぞれの作品に感動し、互いの創作への理解を深める。この夜はカフェが文学と音楽で結ばれる魔法のような時となり、アスカの心にも新たな創作の種がまかれた。夜が更けるとイベントはゆっくりと幕を閉じる。参加者たちはそれぞれの家へと帰路につき、アスカはカフェの片付けを始める。彼女は窓の外に広がる秋の夜長を眺めながら、今日一日の出来事を詩にしたためる。秋の夜長に思いを馳せ、心に秘めた言葉たちが静かに紙の上で踊り出す。この季節が教えてくれるのは、終わりと始まりの美しい教師曲。冬が街を包み込み、カフェの窓からは雪が舞い落ちる様子が見える。年の瀬が近づくにつれ、アスカはカフェの中で過ごす時間が増え、冬の静けさの中で詩作にさらに没頭する。彼女はこの一年を振り返りながら新たな詩集をまとめる作業に取り掛かる。詩集のテーマは四季の経過と心の旅。アスカは春の訪れから冬の到来まで自然の変化とそれに伴う自己の内面の変化を綴る。彼女はノートに向かい、冬の静寂の中で私たちは過去を振り返り、これからの季節の準備をする。寒さの中でも心は温かな希望に包まれる。と詩に記す。カフェには地元の人々が集まり、冬の寒さを逃れるように温かい飲み物を求めて訪れる。彼女はカフェの一角で新しく書き上げた詩を朗読する特別な時間を設ける。この読み聞かせが多くの客にとって年末の楽しみとなっている。詩の朗読が終わると聞き入っていた客たちは静かながらも心温まる拍手を送る。
一人の老婦人がアスカに近づき、あなたの歌でこの一年を締めくくることができて本当に幸せよ。と感謝の言葉を述べる。この言葉にアスカは深く感動し、詩人としての道を歩んできたことに改めて自信を持つ。夜が深まると、アスカはカフェの明かりを消し、静かに店を後にする。家に帰る道すがら、彼女は雪に覆われた街並みを見ながら、新たな年への期待と詩作への情熱を胸に秘める。新しい年も、この街と共に、さらなる詩を紡いでいきたい。と心に誓い、一年の終わりを優しい気持ちで迎えるのだった。紙飛行機の旅。秋の風が学校の屋上を撫でる。空はいつものように一人、紙飛行機に小さな詩を書き込む。この屋上は彼女にとって誰にも邪魔されずに思いのままになれる唯一の場所だ。彼女が書いた詩はこんな言葉から始まる。風よ、遠くへ連れてって。青空の彼方、雲の上まで。そこにはきっと、昨日の私がいる。手放した紙飛行機はしばらくの間風に乗り、やがて見えなくなる。そんな彼女の姿をクラスメートの匠が屋上のドアから密かに見ていた。匠もまた何かを探しているもの。空の詩に心を動かされた彼は彼女に話しかける勇気を持つ。それ、いいね。どこに飛ばしたの？空は驚き、少し照れながら答える。ただ、遠くへ。どこまでも、遠くへ飛んで行ってほしいんだ。詩を飛ばすなんて面白いね。僕もやってみたい。二人の新しい友情が、この屋上から始まった。学校の屋上で始まった二人の交流は、日々を重ねるごとに深まっていった。空と匠は、お互いの詩を読み合うことから、次第に互いに詩を書くことの楽しさを共有するようになる。匠はある日、空に提案する。ねえ、二人で一緒に何か歌のプロジェクトを始めない？空は、そのアイデアが気に入り、二人で共同で詩を作ることに決めた。彼らは、自然と心の動きをテーマに選び、それぞれが感じた感情を詩にして交流する。空がその日読んだ詩はこうだ。風が告げる秘密を聞いて、君の心の色を思う。秋の終わりに咲く一輪の花のように。静かに、しかし確かに。この詩を聞いた匠は、空が自然の移ろいをどれほど繊細に捉えているかに感銘を受ける。匠も答えるように、彼が感じた秋の夕暮れの情景を詩にした。夕焼けが染める空の下で、僕たちは言葉を交わす。君の声が風に乗り、どこまでも遠くへ届くだろう。これらの詩の交換は、二人の間の理解を深め、共感を育てていく。空と匠は詩を介して、互いに自分自身をもっと深く知ることができるようになった。空と匠の屋上での詩作のセッションは、少しずつその輪を広げていった。他のクラスメートたちも、この活動に興味を示し始め、屋上での小さな詩作ワークショップが形成されることになった。詩作ワークショップの初日、空は緊張しながらも、参加者たちに向けて、次のような詩を読み上げる。新しい始まりに足を踏み出し、互いの声に耳を傾ければ、君の心のページが開かれ、新たな物語が生まれる。この詩はワークショップの目的を表している。参加者たちは空と匠が互いに触発し合いながら作り出す詩の交流に魅了される。彼らもまた自分の感じたことを
考えたことを詩にして共有するようになる。一人のクラスメート、ユミは特に詩作に情熱を示し、空にこんな詩を披露する。孤独な心が窓を叩く夜に、星の光に願いを託して、静寂の海を越えてゆく。君の言葉が灯す光。ユミの詩を聞いた空は、その深い感情表現に心を打たれる。ワークショップは参加者たちの創造的な扉を開き、それぞれが内面の世界を探求する場となっていく。この活動を通じて、空と匠の関係もさらに深まり、新たな創作のアイデアが生まれる。詩作ワークショップの人気は、校内で高まり、空と匠は多くの生徒から尊敬と称賛を受けるようになった。しかし、その成功の陰で、二人の間には微妙な亀裂が生じ始めていた。空は詩を通じて自己表現の場を広げたいと考えていたが、匠はより競争的な文学コンテストへの参加を望んでいた。ある日の屋上でのセッションで、空が読み上げる詩は彼女の心情を反映していた。風に乗せた言葉たちが、時には遠くへ散っていく。手を伸ばしても届かない。あなたの背中は遠くかすむ。この詩を聞いた匠は、空が何を感じているのかを理解し始める。彼は答えるように自分の詩を読み上げた。同じ空の下で違う夢を見る。二つの心が交わる場所で、互いの道を照らし合うために、一緒に歩む勇気を持とう。この詩のやりとりを通じて、二人は互いの思いを再確認し、共に成長することの大切さを理解する。彼らは個々の夢を追い求めつつも、お互いを支え合う決意を固めた。新たな理解に至った空と匠は、屋上での詩作活動をさらに深めていく。それは、ただの詩作ワークショップではなく、生徒たちが自己表現と相互理解を学ぶ場となった。屋上での詩作ワークショップは、学校全体に影響を与えるほどの文化的ムーブメントとなった。空と匠は、互いの違いを受け入れ、それぞれの詩において、新たなスタイルを築き上げる。彼らの創作活動は、次第に地域社会にも広がり、地元の詩のフェスティバルで、共同で参加することになる。フェスティバルの日、空は緊張しながらも、次の詩を舞台上で読み上げる。過ぎ去りし季節の中で、新たな章を刻むとき、私たちの声は重なり合い、永遠の詩となるだろう。匠も彼女の隣で詩を朗読する。一つの言葉が二つの心をつなぎ、共に築いたこの場所で、私たちは新しい世界を見る。詩は未来への橋となる。この詩を聞いた聴衆は、二人が共に成し遂げた成長と友情の物語に感動する。結果として、空と匠はフェスティバルで特別賞を受賞し、それが彼らの絆をより一層強固なものにした。表彰された後、空と匠は屋上を見下ろしながら、これからもお互いを支え合いながら、それぞれの道を歩んでいくことを誓う。彼らの詩は多くの人々に影響を与え、屋上での小さな詩作ワークショップは学校を超えたコミュニティの象徴となった。忘れ去られた道。夜の静けさが海辺の小さな町に静かに降り注いでいた。彩香は波の音に誘われるように初めての談酒会へと足を運んだ。その場所は古い木造の建物の一室で暖かい明かりが窓から漏れていた。部屋には様々な人生を歩んできた人々が集まっており、彼らは皆心に秘めた話を共有し始める。彩香は周りを見渡しながら
この場所が彼女にとって何を意味するのかを模索していた。その夜、彩香は彼らの話に心を打たれ、自らの死を朗読する決心を固める。彼女は立ち上がり、部屋の中心に歩み出て、深呼吸を一つ。そして、静かに言葉を紡ぎ始めた。忘れ去られた道。砂の上に残る。一つの足跡をたどる。その形は波によって、やがて消されゆく。しかし心には、消えない道がある。それは過ぎ去った日々と、静かに語りかける未来への道。死を終えると、部屋には深い沈黙が訪れ、次第に温かな拍手が広がった。彩香はその瞬間、この街と、ここで出会う人々との間に、未知の絆を感じ始めていた。彩香は男子会での初めての体験から数週間後、エマと深い友情を築き始めていた。二人はしばしば海辺を散歩しながら死や人生について語り合った。エマは彩香に自分の過去、特に若い頃に書いた詩集について話し始める。それは今では見る影もない古い箱の中にしまわれていたが、エマは彩香と一緒にそれを見直す勇気を出した。ある午後、二人はエマの家でその詩集を広げた。埃っぽいページをめくる手は過去への窓を開けるようだった。エマの詩は失われた愛や青春の切なさ、成長の痛みを綴っていた。彩香はそれぞれの詩に共感を覚え、自分自身の感情と重ね合わせながら読み進めた。詩集のページをめくる中で、彩香は特に心に残った詩を一つ選び、エマに読み聞かせることにした。その詩は、過ぎ去りし、季節の歌と題されており、エマが特に愛着を持っている作品だった。過ぎ去りし季節の歌。枯れ葉舞う秋の終わりに、君と歩んだ道を思い出す。冷たい風が、時の流れを告げ、私の心にも冬が訪れる。けれども、春はまた来る。君のいない春でも、花は咲き、歌は上がる。エマは涙を浮かべながら聞いていた。詩を通じて彼女は自分自身の過去と向き合い、久しぶりに感じる解放感に心を震わせた。二人は詩集を現代の読者に届けるため、一緒に内容を編集し、新しい形で再発表することを決意する。このプロジェクトは、エマにとって過去を乗り越え、新たな章を始める一歩となり、彩香にとっては、詩人としての新たな挑戦となった。その夜、彩香は自分の部屋で日記を取り、今日の出来事を詩にしたためた。詩は彼女の中で生まれたばかりの感情の芽を捉え、言葉に変えていった。詩集の再編集が進むにつれ、彩香とエマはお互いの心の奥にある感情を掘り下げていった。エマはかつての恋人との別れが自分の詩に深く影響を与えていたことを彩香に打ち明ける。彼女はその経験から生まれた詩を彩香に読み聞かせ、二人はその詩に込められた感情を共有する。ある晩、エマが失われた愛の詩と題した作品を朗読した後、彩香は感動して自らも詩を書くことを決意する。彼女はエマの詩からインスピレーションを受け、自分自身の過去の経験を詩にする。波間のささやき。静かな波は岸辺を撫で、過ぎ去った時間を映し出す。君の声は海に溶けて、ただ、波音に変わる。潮の満ち引きに任せて、心の痛みも流れてゆく。この詩をエマに聞かせたとき、彼女は彩香の創作への理解と支援を新たに感じ、二人の間の絆はさらに強固なものになった。それぞれの過去の痛みを共有し、支え合うことで二人の創作活動に新たな光が差し込んできた。
詩集の再編集作業を通じて、彩香とエマは様々な詩のイベントやワークショップを企画し始める。彼女たちは地元のカフェで詩の朗読会を開催することにし、地域の人々を招待する。この詩の夜が街に新しい文化的な風を吹き込み、人々の心に響く瞬間を作り出す。詩集の再編集作業がほぼ完成に近づいたある日、エマの過去の恋人、ダニエルが街に戻ってきた。彼はエマとの未解決の感情を清算するために何年もの間距離を置いていたが、エマの詩を偶然読み、再会を決意する。彩香はダニエルの登場によってエマの心情が揺れ動くのを感じ取り、二人の和解を支援する。ダニエルはエマに会うために詩の朗読会に足を運び、エマが朗読する時を超えた約束という詩に心を打たれる。時を超えた約束。昔、星が瞬く夜に交わした約束。時間が流れても、その言葉だけが心に響く。君との日々は遠い記憶の中。でも、その約束だけは今もここに生きている。時を超え、心を超え、届けたい思いがある。ダニエルは詩の朗読が終わった後、エマに近づき、二人は長い時間をかけて話し合う。この対話を通じて、彼らは過去の誤解を解きほぐし、お互いに対する理解と和解に至る。彩香は、この再会から詩が人々の心にどれほど深い影響を与えるかを実感し、自らも新しい詩を書く決心を固める。彩香はその夜、ダニエルとエマの和解を見て感じたことを詩にしたためる。彼女は次の詩の朗読会で、新しい詩、再生の海を披露する。再生の海。波は帰ってくる。何度でも。海岸線をなぞり、新たな始まりを告げる。失われたものが時には戻る。波に乗って、過去からの贈り物として。そして、海はすべてを受け入れる。再生の地で、希望の光を見つめる。彩香の新たな詩は、エマとダニエルだけでなく、会に集まった多くの人々にも感動を与える。詩が持つ癒しと再生の力が街の人々に新しい希望をもたらす。エマとダニエルの和解を見届けた彩香は詩が持つ力に改めて感動し、新たな決意を固める。彼女とエマは街の海辺で詩のワークショップを開催する計画を立てる。詩を通じて自己表現の大切さを伝え、他の人々も自分の心の声を形にする手助けをすることを目指す。計画を進める中で、彩香は海辺での新しい詩を作成する。その詩、海辺の約束とは、未来への希望と、この場所での新たな出発を象徴するものだった。海辺の約束。波の間に新しい約束を見る。水平線は無限の可能性を映し出す。君との約束。海が承認。ここに根を下ろし、花を咲かせよう。風に乗せ、言葉は遠くへと旅する。心の港で、いつでも歓迎される。この詩の朗読をもって、彩香とエマは、海辺で小さな詩の祭りを開催する。街の人々が集まり、互いの詩を読み合い、共感し合う。この祭りは、街に新たな文化の芽生えを告げるイベントとなり、多くの人々に支持される。祭りの最後に、彩香とエマは、参加者全員と手をつなぎ、未来への希望を共有する。詩が人々を結びつけ、心の壁を越える力を持っていることを、彼女たちは確信する。この日、彩香は詩人としての自分の道を見つけ、エマは新たな人生の章を開く準備を整えた。